こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。5月11日月曜日、時刻は夕方の5時半を回りました。先月のオーストラリア旅を終えて、3週間ぐらい経ちましたが、いやー、時間が経つのは本当にあっという間ですね。本当にあっという間です。まるで遠い昔のように感じるというか、当初はね、70リットル近くの大きいバックパックを背負って、で、オーストラリア国内をあちこちぐるぐる回ってたわけなんですけれども、結果的にはめちゃめちゃ楽しかったですね。これについては前回の動画を見ていただければわかると思うんですが、めちゃめちゃいい経験になりました。てか、虫がうとしいな。とはいえ、前回の動画に関しては、断片的にしか映すことができなかったんで、その旅の一部始終というか、本当にごく一部のところしか撮れなかったんですよね。なんでかっていうと、動画撮影をすることにばかり気を取られて、現地で、目にする自然景色や、その土地ならではの文化であったり、そういったものを純粋に楽しむことができないんじゃないかなと思って、で、今回の旅は、あんまり動画を撮ってなかったんですよ。もうそれも、今みたいにこうやって、定点撮影をベースに、一人語りで、動画を収録するっていうような、そういう感じのものしか撮ってないんですよ。こっちの方がやりやすいっていうか、その当時の旅の様子について、一部映像を交えながら、こうして、ただ延々と喋り続けるっていうような、こういう感じの動画を撮ることが最近は多いんですけれども、結果的にはこっちの方がすごいやりやすいんですよね。そういう感じで日本に帰国した今でも、こういう風にして、自分のペースで、動画を撮り続けていきたいなという風に考えています。日本に帰国してからは、今までと同じように、一応僕はフリーランスで、仕事をしてるんで、例えばブログを書いたり、または動画編集者として、たまに、動画編集の案件を受注したりとか、そういう風にして、個人で仕事を請け負ったりすることもあります。それ以外には、空いた時間を利用して、単発の仕事だったり、短期のバイトをやったりとかして、とにかくいろいろやってます。何でもやってますね。誰かに頼まれて、仕事の依頼を受けることもあれば、それ以外の、体を動かす目的で、ちょっと、いつもと違う仕事をしたりとかして、本当に何でもやってるというか、本当あっち行ったりこっち行ったりして、すごいバタバタしてる感じではあるんですけれども、それなりに楽しくやってますね。いずれにせよ、前回というか、数年前の会社員時代と比べたら、今の方が、めちゃめちゃ楽しいですね。そこは変わらないです。他に何の話をしようかなって、いろいろ考えながら、今こうやって、ありのまま思いついたことを言葉にして言ってるだけなんですけれども、次回の旅については、全くの未定ですね。っていうか、旅系 YouTube とかそういうのをやるつもりはないんで、あくまでも、自分自身の人生記録というか、Vlog という名の動画日記という名目で続けているだけなんですよね。自分自身が、その時その瞬間生きた証を残すことだったり、またはそれまでの体験を通じて自分自身が単純に思ったことや何か話したいこと、自分のこれまでの経験やミニマリズムを交えて、考え方やライフスタイルについて発信するっていうような、これについてはこれから先も続けていきますし、このやり方については場所を問わず、全世界どこでもやっていけるんじゃないかなって内心そんな風に思いますね。別に、旅専門の動画だったり、どこかの場所を専門としたそういうチャンネルにしてしまうと、そこから方向転換するのがすんごい難しくなるんですよね。そういうのあんまりやりたくないっていうか、堅苦しい感じでやるのがあんまり好きじゃないんですよ。自分自身もこれから先どんな風に生きていくのか、どんな動画を撮り続けていく予定なのかについてはいろいろとね、試行錯誤を交えながらやってはいるんですけれども、そうやって、少ないものと少ないコストで、最大の価値を築き上げること、または少ないもので実践し続けること、これについては今も変わらないですね。これは自分の、先ほども話したようにミニマリズム
をベースに、自分自身の生き方というか、思考の整理というか、何が必要で、何が自分にとって必要でないかなどの、そういう取捨選択を行う上での手段の一つではありますんでね。でそういう面では、ミニマリズムというのは自分自身のそのライフスタイルや考え方を見直す一つの手段として、とても効果的なんじゃないかなっていうふうに、なんとなくそう思いますね。これについては僕以外の方も同じような話をしてるかもしれませんが、とりあえず日本に帰国した後も引き続き動画を配信し続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。そうね、次回、どこで旅をしようかな。日本全国のどこへ訪れるか、または海外、行きたい国はいろいろあるんですけれど、海外についてはいろいろね、行きたい国はあるといえばあるんですけれども、どうなることやら全然わかんないですね。ましてや、今こうして続けているこの YouTube だって、どこかのタイミングで急になくなってるかもしれないし、ましてや、全く違う場所に住んで、全く違う人生を送ってるかもしれないし、もしくは、また会社員に戻ってるかもしれないし、それはね、個人の自由ですので、そこら辺についてはね、最終的には自分の意思で、決めること、その自分で、選んで決めるだけのことですので、自分にとって無理のない範囲で、続けていきたいなというふうには考えていますね。何よりも自分自身が楽しく続けられるかどうか、自分自身がやってて楽しいかどうか、それがすごく大切だと思うんですよ。中途半端に我慢したりとか、やる必要ないことですごい我慢し続けて、それでストレスフルになったりするような、そういうのはできればなくしたいんですよね。自分にとって苦しいと感じるものを一個ずつ減らしていきたいですし、それを完全にゼロにすることはできないけれど、そういう感じで今適当にね、頭の中で思いついたことをもうただ延々と喋ってるだけですので、そういう思考の整理というか、自分自身の今の心境というか、ありのまま思ったことを話し続ける、そのパーソナルな、そういった部分をこれから先ももっとアウトプットしていきたいなというふうに考えています。というわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。